皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日は本題に入る前に皆さんにお話ししたいことがあります。実はいつも応援してくれている皆様のおかげで、私のチャンネル動画を見てくれている人が2万人を超えました。チャンネル登録者数が2万人を超えました。いつも本当にありがとうございます。実は2025年の抱負、目標が1万人を超えるっていうのだったんですけど、皆様の温かいサポートのおかげで、なんと2倍を達成することができました。本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。この場をお借りしていつも動画を見てくれている皆さん、そして私の授業を受けてくれている生徒さん、そしていつも私を支えてくれている大切な方に、感謝の気持ちを送りたいと思います。本当に皆さんのおかげで毎日毎日幸せに過ごすことができています。ありがとうございます。これからも皆さんの日本語の勉強が少しでも楽しいものになるように全力で頑張るので、よかったら応援してくれると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。そしてもう一つ最初にお話ししたいことが、私の生徒さんにはすでにお伝えしてるんですけど、これから2週間ほどですね、この動画が上がってから2週間ほど休暇をいただきます。少しプライベートで旅行に行くので、また次の動画は先になるんですけど、よかったら楽しみに待っていただけるとすごく嬉しいです。では皆さん、今日もそろそろ本題に入っていきますね。では早速お話ししていくんですけど、まず最初に私は最近朝起きることができません。私は前々から5時に起きてますとか、早起きはすごくいいですよとか、そんなお話をする動画をたくさん作っていると思うんですけど、ここ最近寒くなってきて、もう布団から出ることがすごく難しいんですね。朝起きて、寒いからもうちょっとだけ布団の中にいよう。そんな風に思って、全然布団から出ることができません。もうそれで最近早くても起きるのは朝7時、遅かったら8時、9時みたいにどんどん遅くなっちゃってるんですね。そしたら何が起きるかというと、やらないといけないことで追われる毎日なんです。もう忙しくて、やっぱり朝5時、6時とかに起きていた時と比べると、やらないといけないことが、そのできる時間っていうのが減ってしまって、どうしてもこの後にやることがたくさんあるんですね。ポッドキャストを撮ること、編集すること、そして英語を勉強すること、趣味。そんな風にやることがたくさんあるのに、やっぱり朝起きるのが遅くなってしまったことで、どうしても時間がなくなってしまったんですね。でも正直、もうこの冬に関しては、私は多分また5時、6時に起きるっていうことが難しいんですね。なので、ちょっと考え方を変えて、春、夏になるまでは、もうしばらく多分この形になってしまうので、この8時、9時の生活になってしまうと思うので、どうやったらこんな風にちょっと起きる時間が遅いとしても、毎日を大切に、有意義に、効率よく、幸せに過ごすことができるかなっていう風に考えてみたんですね。で、私は前々から本を読むことにハマっていて、最近は英語の勉強がてら、英語で、心理学の本とか、ファンタジーの本を読むことが多いっていうお話をしていたと思うんですけど、最近読んでいる本は Stop Overthinking っていう本です。
これは、本のタイトルそのまま考えすぎること、オーバーシンキングをやめようっていう本なんですね。この考えすぎることをやめるためにできることっていうのが書かれている本なんですけど、そういうふうに考えすぎることをやめるっていうことにもすごく役に立ちました。でも、この中で私が今日お話ししたいのは、先延ばしをやめることなんですね。先延ばしっていうのは、皆さん毎日やらないといけないことがたくさんありますよね。お仕事とか勉強とか、他にもやりたいこと、趣味とかもそうだし、あとお部屋のお片付けとかもそう。そういうのも全部含めて、やらないといけないことがありますね。で、これを、後でいっかとか、明日やろう、来週やろう、来月やろう。そんな風に、後に伸ばすこと、後回しすることを先延ばしするっていう風な表現をします。で、この先延ばしをやめるためにできること、どうやったらこの先延ばしをやめることができるか、そういうこともこの本に書かれていたんですね。で、今日お話ししたいのはそのことです。実は私は皆さんがきっと私の生活を見たらびっくりするくらい先延ばしの癖がひどいんですね。例えば私は絵を描くことが趣味なんですけど、絵を描いた後の水とか筆とか絵の具とか、そういうのを片付けるのにすごく時間がかかります。後でいっかとか思って気づいたら次の日になってる。本当は10分で終わるようなことがすぐにできないんですね。全部先延ばしにしてしまう。他にも何があるだろう。例えば、お部屋の片付けもそうですね。すぐに片付けたら終わるのに全然片付けない。1週間後まで片付けないんです。他にも Amazon で頼んだもの、Amazon で頼んだ郵便物がありますよね。配達してもらったもの、ポストに入ってる手紙とか、パンフレットとか、そういうのを確認するのもすごく遅いんです。アマゾンなんて忙しい配達員の方が次の日に届けてくれてるのに、私が開けるのは3日後とかなんですね。もうそんな風に、とにかく遅いんです。私の行動が。で、こういう風にすべて先延ばしにしていたら何が起こるかというと、本当は1分、10分、1日で終わるようなことが、1週間、1ヶ月伸ばされることによって、心の中のモヤモヤとか、頭の中で、早く Amazon の郵便物開けないといけないとか、手紙、パンフレット確認しないといけないとか、お仕事のメール返さないといけない、部屋を片付けないといけない。そういうふうに、何々しないといけないっていう、もうやらないといけないこと、なんか、たくさんのタスクがずっと頭の中でぐるぐる回転するんですね。もう悪循環ですよね。やらないといけないっていう気持ち。そして、なんで私できないんだろう、まだやってないんだろうっていう悪循環。悪循環っていうのは悪いサイクルです。頭の中でストレスがぐるぐるなって、それが心にまで来るんですね。ストレスとして。これが私的に先延ばしにすることの最大のデメリットかなって思ってます。一番嫌なこと、先延ばしにして一番私自身に起こる、嫌なことというか、ネガティブなことですね。でも皆さん一つ想像してほしいんですけど、このやらないといけないこと、やらないといけないタスクが終わった瞬間の達成感というか、幸せな気持ちがありますよね。例えば Amazon の箱を開けて片付ける場所に片付けた瞬間、メールを返した後の、終わったっていう気持ち、仕事が終わった後の達成感がありますよね。私は正直これほどハッピーなことはないんです。何かを終えた瞬間。これを、なんて言うんだろう。日々
思い返すというか、頭の片隅に置いておく。何かタスクを達成した瞬間、幸せな気持ちになれる、ハッピーな気持ちになれるっていう考えを忘れずに持っておくっていうことが、先延ばしにすることをストップするためのきっかけになるっていうふうに考えてるんですね。なので私は、まず最近はこの気持ちを思い出すようにしてます。何か先延ばしにしそうになった瞬間に、でもこれが終わったら幸せな気持ちになるっていうのを、ふと思い出すようにしてるんですね。これが一つ目に私が気をつけていること、この本を読んで気づいたことです。そして二つ目にお話ししたいのが、朝のうちに今日しないといけないこと、今日しないといけないタスクを4つに分けることです。この4つは何かというと、1つ目は重要で急ぎのもの。急ぎっていうのは早くやらないといけないものです。早くやらないといけない。で、2つ目は重要だけど急ぎじゃないもの。3つ目が重要じゃないけど急ぎのもの。で、4つ目が重要でもないし急ぎでもないものです。私はこの4つに分けることによって頭の中がすごく整理されるようになったんですね。やらないといけないことの優先順位ですね。まず何をやらないといけないか。それをしっかりと分類する、分けることによって、これもしないといけない、あれもしないといけない。そんな風に常に何かに追われることがなくなりました。なので今からはこれについてお話しします。で、まず一番簡単な4つ目からお話しします。これは何かというと、私にとっては SNS です。SNS。SNS は重要でもないし、急ぎでもないんです。私にとって。でも最近正直に言うと、パソコンでインスタグラムにログインしてしまったんですね。それから何が起こったかというと、ストレンジャーシングスに関するリールの動画を見るのをやめられなくなったんですね。ファンの方だったらわかると思うんですけど、今月の末からファイナルシーズンが始まるじゃないですか。だからやっぱりそのストレンジャーシングスの動画がどんどん増えて、見れば見るほどストレンジャーシングスの動画がたくさん流れてくるんですね。でもそしたらもう見るのがやめられない。私はスティーブの大ファンなんですけど、スティーブの動画が流れてくるたびに、もうやめられなくて、ずーっと眺めてるんですね。そんなことをしてたら本当にやらないといけないことをする前に、そんな風にやらなくていいことをずーっとやってしまってるんです。それが最近の私のダメだなって思うところ。でも正直、こういうのも楽しいじゃないですか。リール動画を見るのもすごく面白いし、楽しみの一つとしてするっていうのはいいんですけど、優先順位としては低いですよね。4番目のこと。まずやらないといけないことがあって、すべて終わった後にやるっていうのはいいんだけど、私の場合、他にもやらないといけないことで追われているので、まずこれは省くことにしました。一旦頭の中から捨てる。一日のうちのやらないといけないことから一度捨てたんですね。なくしました。で、これが4つ目です。で、3つ目。3つ目は少し難しいんですけど、会社にいる人だったらすごく想像しやすいと思います。例えば、皆さん自身がやらなくていい仕事だけど、急ぎのもの、早くやらないといけないことってありますよね。例えば、会議室を取る、予約する。そういうことって皆さんがやらなくていい誰かにお願いできるお仕事でもありますよね。そういうことは誰かにお願いする、誰かを信じてお願いするっていうのがいいっていうふうにこの本に書かれていました。そしたら皆さんは今から私がお話しする一つ目、二つ目のお仕事とか本当にやらないといけないタスクに集中することができるんですね。
なのでこの3つ目に当てはまる重要ではないけど急ぎのもの。これは周りの人を信じて誰かにお願いする。それがいいっていうふうに思います。では次、早速、一番今日の中で大切な1つ目と2つ目についてお話ししていきます。1つ目、私にとっては、ポッドキャストを撮ること、編集すること、そして授業の準備とかですね。重要で急ぎのものです。早くやらないといけないし、とても大切なこと。これを私は最優先しないといけない。一番最初にやらないといけないものなんです。でも何が今まで難しかったかというと、私はこの1番目に大切なことと2番目に大切なものがぐちゃぐちゃになってしまってたんですね。私にとって2番目に大切なものは、よくよく考えると英語の勉強だったんです。英語の勉強。英語の勉強は今まで私にとってなんでかわからないけど、急ぎだったんですね。早くやらないといけない。今日も勉強しないといけない。そんな風に焦りながら勉強してしまってました。でもこの本を読んで考えてみたら、私にとって英語の勉強っていうのは、急いでやらないといけないものじゃなくて、もう日常の一部なんですね。生活の一部。英語を勉強するために何かポッドキャストを聞いたり、映画を見たりしてるんじゃなくて、もう日常の一部、楽しいことの一つとしてそういうのをしてるんです。趣味みたいなものですね。それを正直私は最近忘れてしまっていたんですね。なのでずっと英語の勉強をしないといけないっていう気持ちに追われていました。でもこれはもう私の生活の一部。英語を勉強するっていうことは義務とかではなくて、私がやりたくてやっていて、それが私の人生にとって大切なことなんですね。英語を話すことっていうのが。なので、これに気づいてからは、私は英語の勉強のことで焦ることがなくなりました。なので、1グループ、2グループ、これを分けることができるようになったんですね。まず1つ目に私が本当に今日やらないといけないこと、ポッドキャストを撮って、編集して、授業の準備をするっていうこと。これがまず大切なことで一番最初にやらないといけない。そういうふうに頭の中がしっかり整理されたことによって、早くこれやらないと、あれやらないと。そんな風に本当はやらなくていいことと本当にやらないといけないことでぐちゃぐちゃになってしまうことが全くなくなったんですね。これが本当に私の人生を変えてくれました。毎日毎日やらないといけないことで追われていた私を助けてくれたんですね。そういうふうに一日のタスクを4つに分けて、4つの優先順位を決める。仕事、英語の勉強、あとは映画を見るとか、そして会社で働いている人は誰かを信じて任せることができること、そして SNS。こんな風に優先順位を決めたら、本当に私の生活が楽になったんですね。で、一つずつ上から順番に終わらすことによって、フリータイムが増えたんですね。自分の趣味に使える時間がすごく増えました。今までと比べて。なので私は最初にもお話しした通り、今起きる時間がすごく遅い。7時とか8時とか9時とかに起きてしまってる。でも、それでも私は毎日、毎日毎日時間を有意義に使うことができて、ちゃんと仕事も終わらして、しかも趣味のための時間もあるし、英語も勉強できる。なんなら SNS でちょっとのんびりすることもできるし、ピンタレストでファッションとか絵を見ることもできる。絵を描くこともできる。そんな風にたくさんできることが増えたんですね。
たった一つの作業、朝のうちに一日のタスクを4つに分けるっていうだけで、私の人生が本当に変わりました。もうすっごく楽になったし、ストレスがなくなったし、で、何をやらないといけないっていうのが、はっきり目に見える、頭でわかるから、先延ばしにするっていうこともなくなったんですね。先延ばしにすることがなくなったら、何が起こるかというと、これやらないといけない、あれやらないといけないっていう気持ちがなくなるから、ストレスも減ったんです。そしたら心も軽くなって、毎日幸せでハッピーに過ごすことができるようになりました。なので、私の悪循環からいい循環に変わったんですね。悪いサイクルからいいサイクルになりました。これが今日私が皆さんにお話ししたかったことです。たった一つのことを朝にするだけで、本当に幸せに過ごすことができます。一日を有意義に過ごすことができる。一日って24時間しかないけど、この24時間を本当に楽しいものに変えることができるなって気づいたので、皆さんにも共有したいなと思って、シェアしたいなと思って、今日はこのことについてお話しすることにしました。いかがでしたかね？今日はちょっと心理学というか、難しいんですけど、私のライフスタイルについてお話ししてみました。今日の動画も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。そして最初にもお話しした通り、私はこれから2週間ほど休暇をいただくんですけど、また帰ってきて、たくさん楽しい動画を皆さんと一緒に作りたいなと思っているので、よかったら楽しみに待っていただけるとすごく嬉しいです。そして皆さん本当にいつも応援ありがとうございます。これからも皆さんのために全力で頑張るので、温かく見守っていただけると嬉しいです。では今日の動画もここまで見てくれて本当にありがとうございました。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。